今日はカラメルリンゴケーキを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、カラメルリンゴケーキを作っていきたいと思います。このカラメルリンゴケーキはリンゴをカラメル状にして、そしてねケーキにしていくんですが、ケーキ部分に関しましてはホットケーキミックスで簡単に作っていきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにケーキ部分の材料をご紹介します。材料はこちらです。ホットケーキミックス、卵、グラニュー糖、牛乳、サラダ油。ケーキ部分はこちらの5つの材料で作っていきます。サラダ油に関しましては米油または無塩バターを溶かしバターにして作っていただいても OK です。グラニュー糖に関しましてはこちらは白砂糖でも大丈夫です。卵はですね、今回 M サイズの卵を使用していきます。こちら L サイズでも OK です。それでは続いてカラメルリンゴの材料をご紹介します。材料はこちらです。リンゴ、グラニュー糖、無塩バター、レモン汁、お水。今回リンゴは2つ使っていくんですが、2つで約 430g になります。こちらは目安にしてみてください。続いて今回使用する型の説明をしていきます。今回はですね、底付きタイプの 15cm の丸いケーキ型を使っていきます。底抜けだとね、カラメルが漏れ出してしまいますので、必ず底がくっついているものを使用してください。ここにですね、オーブンシートまたはクッキングシートを丸くくり抜いて底の部分に敷きます。側面はですね、このように細長く切って、そして内側に敷き詰めましょう。はい、こんな感じですね。こちらをですね、作り始める前に必ず用意しておいてください。ということで早速作っていきたいと思います。それでは早速作っていきます。まずはじめにね、カラメルリンゴから作ります。最初にリンゴを4等分にしてください。リンゴの品種もね、お好みのものを使用していただいて OK です。そしてリンゴの芯を取って、あとは皮を剥いてください。はい、このように剥きます。ではね、残りも同じように皮を剥いていきます。はい、そしたらですね、こちらのリンゴをさらに半分に切って全部で8等分にしてください。はい、こんな感じです。それではね、残りのもう1個のリンゴも同じように芯を切り落として皮を剥いて8等分にしていきます。はい、リンゴはこのように切ってください。それでは今からカラメルリンゴにしていきます。それではまずはじめにこちらのフライパンでカラメルを作っていきます。フライパンの中にグラニュー糖、そしてお水、そしてここにバターを入れます。これで火にかけましょう。火加減は中火です。このままですね、バターとグラニュー糖が溶けるまで一度加熱してください。加熱してる最中は中を触らないようにだけ注意してください。ここでね、かき混ぜたりしてしまうとお砂糖がね、結晶化してしまうことがありますので、このままね、加熱しましょう。はい、今バターが完全に溶けました。そしたらこのままだいたい1分ほどですね、そのまま中火で加熱してください。この時も中をね、かき混ぜずに加熱してください。はい、今ね、ちょうど1分ほど経ちました。そうするとこのように少しね、カラメル色になってきます。そしたら一度フライパンを回します。火加減を弱火にしてください。このように回したらここにリンゴを加えます。そしてリンゴを絡めてください。最初はね、このようにちょっと固まってくるんですが、そのうちリンゴから水分が出てきて、この塊がなくなってくると思います。リンゴを加えたらね、火加減中火に戻してください。はい、でこのようにリンゴ全体に絡まったら、このままですね、カラメル色になるまで加熱していきます。時折混ぜながらね、加熱してください。火加減はそのまま中火です。はい、でちょっとね、色づいてきたら蓋をしてください。そしてカラメル色になるまで加熱していきます。はい、で蓋をしてからは時折ね、蓋を開けてこのように色ムラが出てくると思うので、色ムラが出てきたらこのように混ぜてください。リンゴもね、裏返して加熱してください。は
はい、でもう少しですね色付けていきます。でね、完全に蓋を取った状態でやってしまうとカラメルがね結構蒸発しちゃうので、途中からねちょっと水分量が少なくなってきたなと思ったら蓋をしてください。はい、蓋を開けます。今こんな感じでいい感じのカラメル色になりました。そしたらね、もう一度よく混ぜてください。よく混ぜたら火を止めます。目安としてはこのぐらいのカラメル色です。そしたらここにレモン汁を回しかけてください。そしてね、ちょっと弾くので一度蓋でカバーをしてください。そして混ぜましょう。カラメルリンゴはこれで完成です。こちらを型に敷き詰めていきます。それではね、この底の部分にリンゴを敷き詰めていきます。はい、こんな感じでね、全体に敷き詰めてみてください。そしたらですね、こちらフライパンに残ったカラメルですね、こちらを容器の中に入れてください。そして全体に広げましょう。はい、こんな感じで広げてください。そうしましたらこちらをこのまま粗熱を取っておいてください。それでは続いてケーキ生地を作っていきます。まずボウルに卵を割り入れてください。そして一度よく混ぜてください。よく混ざったらここにグラニュー糖を加えて、グラニュー糖を加えたら手早く混ぜてください。そのまま放置してしまうとグラニュー糖が卵の水分を吸ってしまって粒々が残ってしまう時があります。なので必ずグラニュー糖を加えたらすぐ混ぜるようにしてください。はい、 OK です。そうしましたら続いてここにサラダ油を加えます。サラダ油を加えていただくと生地がねとてもしっとりとした仕上がりになります。そしたらこちらもですねしっかり混ぜてください。30秒ほどですね、分離しないように混ぜましょう。そしたらこちらに牛乳を加えて、そしてまたよく混ぜてください。はい、 OK です。続いてここにホットケーキミックスをふるって加えます。ホットケーキミックスは薄力粉よりダマになりにくいんですが、ふるっていただくとねダマができにくくなるので、できるだけふるって加えるようにしてください。そしたらよく混ぜましょう。はい、ケーキ生地はこれで OK です。ホットケーキミックスがダマにならないようにきちんと混ぜてください。そうしましたら粗熱を取っておいた型を用意してください。この中にケーキ生地を入れていきます。はい、そして型をねちょっと揺らして表面を平らにしていきます。はい、このように平らにしてください。そしたらこちらを天板に乗せて170度に予熱したオーブンで35分焼いていきます。はい、焼き上がりました。こんな感じで仕上がってます。もし表面が焦げそうになってしまった時は途中でアルミホイルを上にかぶせて焼き続けてください。そしたらですね、ケーキクーラーなどの上に置いてください。このようにねオーブンシートが上にね上がってきてしまってるので、こちら取り除ける時はねもう取っちゃって OK です。そしたらですね、今かなり上が膨らんでる状態なので、これを一度落ち着かせます。15センチのねこういった丸いね底の部分がありましたら、それをラップで包んでください。もしこういったものがない場合はだいたい15センチぐらいの平皿をラップでくるんでください。そしてこの上に置きます。置いたらですね、上にちょっと重しになるようなこういったものを置いてください。そして少し膨らみを抑えます。そうしましたらこのままだいたい15分ほど粗熱を取ってください。はい、15分経ちました。こちら重しになるものと、あとは上に乗せてたものを外します。このようにね表面が平らになって落ち着いた状態になってます。そしたらこの周りの部分をですね、こういったナイフで一度ね剥がしてください。そしてお皿をかぶせて裏返します。よいしょ。そして軽く上下に振ってください。そしてお皿に落ちたら型を取り外します。やけどしないようにね注意してください。このように美味しそうに仕上がってます。こんな感じです。こちらですね、冷めてから外してしまうとこのカラメル部分が固まってしまいますので、必ず温かい状態で取り外してください。もしねどうしてもね冷めてしまった場合はバーナーなどで炙ったり、そこの部分を温めてから取り外してみてください。はい、これでカラメルリンゴケーキの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにねカラメルがケーキに染み込んで美味しそうに仕上がってます。それではね切りたいと思います。
断面はねこんな感じに仕上がってます。ケーキ部分もねふわっとした仕上がりになってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。ケーキ部分がすごくしっとりしてて、このりんごのカラメルがすごく合います。あとねちょっと酸味も効いててすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のカラメルりんごケーキのポイントです。まずりんごなんですが、皮を剥いて芯を取り除いて1個を8等分ぐらいに切ってください。そしてカラメルりんごにする時のポイントなんですが、まずはじめにグラニュー糖、お水、バターを入れて、そして火にかけてください。そしてバターが焦げて少し色づいてきたらりんごを加えて、その後はカラメル色になるまで加熱してください。りんごを入れたての時はですね、ちょっと硬くなるんですけれども、少し加熱するとりんごから水分が出てきます。あとはですね、全体に絡めてだいたい中火ぐらいで加熱し続けてください。途中でカラメルソースの水分がちょっと少なくなってきたなと思ったら蓋をして、そのままカラメル色になるまで加熱してください。ただですね、ちょっと色が変わってくると焦げるのも早くなりますので、焦がさないようにだけ注意していただけたらと思います。そしていい感じのカラメル色になったらレモン汁を加えます。レモン汁を加えるとですね、ちょっとパチパチ跳ねる時があるので、やけどしないように入れた後は蓋でカバーをしてください。そしてカラメルりんごが出来上がったら型の底の部分に敷き詰めてください。今回ねりんご2つでちょうどぐらいなんですけれども、この並べ方はお好みでやってみてください。そして余ったカラメルに関してはりんごを並べた後にそのまま型の中に流し入れましょう。そしてケーキ生地を作る時のポイントです。今回はホットケーキミックスで手軽に作れるレシピをご紹介してます。こちらは材料を1つずつ加えてその都度よく混ぜるようにしてください。そして焼き上がった後なんですけれども、表面がちょっと膨らんでる時がありますので、上にケーキ型の底だったりとか、あとはねお皿などを置いて、そして上に重しになるようなものを1個置いてください。そうすることでね形が落ち着きます。あとは逆さまにして取り出すだけなんですけれども、ケーキが冷めてしまったりあんまり時間を置きすぎるとこのカラメル部分が固まってしまって型から取り出しにくくなってしまいます。もし取り出しにくくなってしまった時は、そこの部分をバーナーで炙るか、もしくは温めてから外してみてください。あとはですね、お好みの大きさに切って召し上がっていただけたらと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はカラメルりんごケーキを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。